っしゃー、よっしゃー、ヒット。跳ねるよ。おはようございます。山川ブランクスフィールドスタッフ大内紀之です。本日は福岡県南河川有明海も面しているところに来ております。シーバスメインにやっていくんですけど、今オープンエリアにいるんですけど、オープンエリアから小場所まで行けたらなと思います。で、使用するロッド、昨年発売された 710MLMH ということで、このロッドを使っていくんですけど、もちろんフルキャストもしたりピン打ちしたりいろいろやっていきたいと思います。ルアーに関してもただ巻きから積極的に動かしていくジャギングの釣り等も実施していきます。じゃあ一日よろしくお願いします。最初はちょっと様子見でフローティングミノーから行こうかな。9センチのフローティングミノーですね。8グラムですね。はい。から使っていきたいと思います。1投目で釣れたらいいんですけどね。もう早いです。はい。多分沈めたら一発ですよ。沈めたら釣れるんですけど、その釣れる魚をこういうフローティングミノーとかで浮かして捕食させて釣れば、やっぱこうプレッシャーがかかりにくい。はい。ボトムにいる魚の群れに対してプレッシャーがかかりにくい。ロッドが長いとどうしてもこういうジャーキングとかした時に当てたりとか操作性がかなり悪くなってくるんですけど、こうやってやっぱショートレングスのロッドだと下にやっても当たりにくいし、ウェーディングとかだと魚をかけた時に取り込みやすいっていうのがもうショートレングスの強みかなっていうのは思いますね。こうロッドを下にやればルアーはある程度レンジへ入るんですけど、逆に入りすぎて困った時はもうロッドをこう上に上げてやることで同じようにルアーがこう飛ぶっていうかジャーキングと同じ動きをするんで、例えばシンキングミノー入れてちょっと入りすぎるけどフローティングミノーじゃ入りきらないって場所はさっき言ったようにロッドを立てて、こうやって縦ジャークしてあげたりロッドでこうコントロールしてあげればですね、簡単になります。新ペンですね。ちょっと次新ペンで。次使うのがザブラスライドスイムミノーですね。13グラムぐらいの重さのルアーですね。これをちょっとレンジ入れな、さっきの QF で入らなかったとこのぐらいのレンジ、表層付近ですね。レンジを入れながら、ジャーキングで釣ってってやると。シンキングなんでね、こうジャークとジャークのためを作ってあげればそれだけ沈下していくんで、レンジコントロールがしやすいルアーですね。最近がもう全くジャークで当たんなくてその魚が食い上げないんですよ。やっぱ活性が低いのか。で一時期やっぱこうある程度は食ってきてたんですけど全然食わなくなって、この釣りが一番やっぱ面白いんですよね。そうこっちからかけた感がすごいあるから面白いんですけど全然釣れないんですよルアーをどんどん表層からボトムに。次ザブラシャットの 70SS ですね。スローシンキングの、シャットなんである程度レンジは入るんで、ちょっとこれでやってみたいと思います。多分釣れますいれば釣れますちょっとシャットこう潜らせて、あとはもう同じようにジャーキングして、でレンジが結構入るんで、もうなるべく手前に来たら今度ロッドを縦に上げて
ルアー同じようにジャークしてレンジコントロールしながら釣っていく感じですね。おお、反転しました。はいできとった。真下で反転したっす。リールがダイワの3000番ですね。で PE が1号で、今日はちょっとリーダー太くして、22ポンドですね。はい。早速ですね。あ、バレた。来ましたね。やっぱレンジどんどんこう入れてやるとちょうどいい自分のレンジが、魚が食い上げるレンジがあるんで、まあそこに持ってやってあげれば。一本で終わりにならんようにしとかないかんす。よっしゃー。これもそんなに大きくないけど、やっぱこうロッドがすごく入るんで、バットパワーがあるんでですね、しっかり曲げれるんで安心して魚取れますね。よいしょー。はい、まあ50センチぐらいですけどね、いい魚が取れました。シャットで立て続けですね。まあ多分群れてるんでしょうけど、まあその中をこう魚食い上げさせれば釣れるんですけどね。まあ本当だったら今こう口付近にかかってるんですけど、食い上げたんならエラ下にかかることがすごい多くて、反転した時にかかるんで、まあ食い上げてはないけど、まあうまくレンジ入れてやれば魚はいる感じですね。よいしょ。大丈夫かな。 OK ですね。ということで、1本釣れたんですけど、ちょっとまあせっかくなんで数サイズを狙っていきたいと思います。シャットで引き続きブル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 っていう感じじゃなくて、もうビシッ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 って感じです。それでルアーがバーンバーンバーンって感じです。こうラインを緩ませることによってこうロッドを煽る時の初速がつくんで、全部巻いちゃうともうどうしてもブルブルブルってなっちゃうんで、ラインにちょっとたるみをつけてパンパンパンって弾くような感じですね。ちょっとやっぱシャットなんでこうジャーキングした時の抵抗がすごい大きいんですよね。で疲れてきたりとかして慣れてないとやっぱ疲れてくるんで、まあ疲れてきたらこうシンキングタイプのミノーとかシャットであればこうやってレンジを刻みながら縦ジャークで使ってあげたりとか。もう全然ですね。やっぱどうしても短い竿イコール弱いミディアムライト系になってくるんで、有明海だと魚が大きくなっちゃうんで、繊細さんの中にもパワーが必要とか、例えばやっぱこう水門とかも売ったりするんで、水門とかもう 2,3 メーターのキャストでいいんで、その時に86そこで振り回してたら水門の擁壁に当てちゃったとか、使いにくいとかっていうのが出てくるんですけど、もうこれがないと僕は生きていけないですちょっとバイブレーション入れてみましょう。よーし、今のは気持ちいいバイトやったな。
よいしょ。おお、今みたいに急にこう走った時吸収してくれるっすよね、ティップが。お、よいしょ。かかりが大丈夫そうなんでそのまま上げちゃいます。よいしょ。はい、よいしょ。ちょっとまだやっぱ回復してすぐぐらいなんで昼とかはついてないんですけどね、まだ今から多分餌食べてどんどん大きくなっていくと思うんですけど、ちょっと痩せてますね。もう綺麗にコーンときたっすね。はい、もう完全に食い上げたっていうか、もう追い食いしてきたようなバイトでしたね。おお待ってましたみたいな感じだったですね。ザブラバイブの58ですね。13グラムですね。いや、リフ4ですね。ちょうどリフト&フォールのリフトの方で当たったっすね。おお、でかい。いいサイズっすね。立て続けっすね。ちょっとこれは慎重に多分まだ走ると思うんで、跳ねるよ。しっかりバットのパワー使えるんでですね。まだ走るな。終わらせます。取ります。よいしょ。おいでおいでおいで。はい、やりました。まあちょっとサイズは80センチ届かなかったんですけどね、いい魚が取れました。一応まあバイトの感覚からはもうこうもそっとしたようなバイトだったんですけど、ガツンってくるような来たーっていうようなバイトじゃなかったんですけど、ロッドのバットパワーが強いんで、ちょっとこう魚をいやいやさせながらも強引に寄せることができるんで、まあ、ストラクチャーが多いエリアだったり橋脚絡みだったりっていう、そういうちょっとパワーが必要な場所にはもうやっぱもってこいのロッドでしたね。80センチ届かなかったんで、もう一本でかいの80センチ超えれるようなやつが釣れればいいかなと思います。魚ももう回復して結構餌食ってるのがコンディションもいいんでですね、はい、じゃあリリースしたいと思います。ちょっと場所移動してきたんで、まあ、ちょっとまたいい魚が釣れればなと思います。じゃあやっていきます。まあ多分バイブ投げたら釣れるんですけど、いや浅いですよ。はい、もう今多分1メーターぐらいしかないです。潮が飛んどうっすね、えらい。はい、ちょっと早すぎるかもしれん、これは。ザブラバイブの58っすね。13グラムですね。いいサイズですね。これもサイズが
いい当たりやったな。よいしょ。おお、ちょっとよいしょ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 。これは大丈夫かな。はい、70ぐらいですね。まあやっぱこうパワーがある魚が、大型の魚が多いんで、やっぱねロッドパワーがどうしても必要になってくるんで、もう完璧っすねこれ。レンジを入れたら一撃っす。やっぱどうしても前日降った雨の量で水温がかなり落ちちゃってるんで、魚体は綺麗ですね。よっしゃ、逃がしていいですか。はい。よっしゃー。やっぱボトム入れてあげたら食うっすね。サイズはそんなに大きくないけど、よいしょ。はい、ボトムっすね。ベタベタっすね。くそー、これがバイブレーション以外で釣れんけんっすね。ちょっとずらしたんですけど、打つポイントは。やっぱこう軽いルアーですね。トラウト用とかもうほんと 4g 5g から、まあもともとメーカー推奨が 2g からなんですけど、まあ、軽いコールアーからね、しっかり重量のある新ペンとかその辺までがロッドが使えるんで、幅が広いんで何でもできるですよね。はい、じゃあちょっと日が高くなってですね、潮も引いてきたんで、まあちょっと打てるところは限られてくるんですけど、打てるところをどんどん打ってって、まあ主に水門周りとか流れ込み付近とか、そういう掘れた場所ですね。なんでまあ答えは早いかなと思うんで、ちょっとやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。周り結構もうガタが出ちゃったりとかしてるんですけど、まあ、ここは流れ込み、大きい流れ込みなんで掘れてるんですよね、しっかり。で、まあ、そういうところに魚が居ついてるんで、まあ、そういう魚を釣っていきたいと思います。じゃあやっていきます。もう基本ちょい投げですね。でも流しながらパンパンパンとやっていく感じでいれば、結構比較的簡単に魚は出てくれると思うんで、ちょっとやっていきます。まあよれをねしっかり見つけて金打ちして軽く、よっしゃー、ヒット。これはシーバスですね。やっぱ流れがあるんですごい引くっすね。生後っすけどね、綺麗ですね。はい、 OK ですね。丸飲みでした。やる気のあるやっぱ魚は
どんどん上に上がってくるんで、いい食い方やったですね。バイトも気持ちよかったですね。星がすごい残ってますね。これは有明シーバス、はい、大陸の血が混じったやつ。ルアーもしっかり食べてくれてるんで。これはリッジフラットの 70S です。はい、そうですね。操作性がすごいいいんで、やっぱこういう小場所ってそんなにキャストでしないし、やっぱこんなところで9フィートをブンブン振りましたら邪魔なだけなんで、もうこういう小場所にはもうまさにもってこいの場所です。だからといって別に小場所だけではなくてオープンエリアでも全然使えてくるんで。じゃあもうちょっとだけちょっと欲張っていろいろ見てみたいと思います。流れの中に入れて巻かずに止めてたら自然とこう緩い方に流れていくんで、その緩いところに入ってる瞬間に魚が下から突き上げてくる感じですね。こういうところでもこうロッドを下向けた時に邪魔にならない長さなんで、それも7点の強さですね。巻かずに流すだけで、緩くなったら巻いてあげてアクションをつける。多分外側の緩い流れの中にいると思うんで。はい、一日お疲れ様でした。ちょっと後半失速しちゃったんですけど、最初朝一でちょっと魚の食い上げを狙ってリップ付きのやつでやってたんですけど、やっぱどうしてもなかなか水温の低下もあり、魚の活性が高くない中でしたけど、1本釣って、でそこからやっぱバイブレーションでこうボトムを取ってあげれば魚は浮き上がらないものの口を使ってくれるという状況が続きました。でその後、バイブレーションを中心にやってたんですけど、流れが軽くなった状態で、魚の入りがなかなか入ってこないっていう状況が続きましたんで、思い切って小さい水路とか、水門周りに行きました。でそこでリッジフラットの 70S ですね。で1匹きれいなシーバスはかけたんですけど、ちょっとその後もなかなか続かないということで、どうしても1匹出したいなっていうことだったんですけど、なかなかやっぱ難しい状況が続きました。相性としてはですね、すごいジャーキングをするにあたって、操作する釣りを中心にしたんですけど、その中では非常に操作性がいいという、利点があります。で水門周りの特に小場所ですと、やっぱそこでも操作性の利点が大きく味方をしてくれます。やっぱり水門でもそうですし、障害物近く、ボトムに障害物があったりするところなんかは、基本やっぱパワーが必要になったり、魚をどうしても止めたいっていう時には MH のパワーを、魚が急に走り出したっていう時には ML の優しさを、柔軟性を生かしてですね、魚が非常にバレにくいような状態を作ってくれるロッドなんで、今後ともですね、7点おすすめですんで、ぜひ店頭とかでですね手に取ってチェックしてみて感じていただきたいなと思います。本日は一日ありがとうございました。